サイエンススターズ。ダンゴムシの談合。わらじ虫は仲間か。企画撮影伊勢村守。編集小林弘和。ドラム演奏小林智弘。おいみんな、また集まってくれ。第2回ダンゴムシ談合だぞ。ビデオナンバー11を見たか。お茶をよく知っている茶尾四郎によると、お茶は体にいいそうだ。私は桜の葉っぱなんかは好きだけど、担任の先生が言うには茶葉にはカテキン類の一種タンニンという成分が入っているとか。それは渋いと聞いているから堪忍してよ。まあそう言わずに食ってみろ。そうだな、これは食えねえことはないね。私もそう思うわ。葉っぱの噛み跡見てもみんな食べたようだな。集めたみんなの糞にアセトンを垂らして、ブラックライトを当ててみると、赤い蛍光が見える。しかし光らないものもある。赤い蛍光は生茶葉にあったクロロフィルだ。ペーパークロマトグラフィーで調べてみた。買ってきたお茶の抽出液が1番、生茶葉の抽出液が2番、ダンゴムシの糞の抽出液が3番。1番のお茶には茶を製造する工程で変化したクロロフィル関連成分が上の方に多く見える。3番の結果から茶のクロロフィル関連成分がダンゴムシの糞にあることがわかる。ダンゴムシは食べた生茶葉からお茶と類似のクロロフィル関連物質を生産している。一つずつの糞をペーパークロマトグラフィーで見てみると、おや、一人だけ生茶葉を食べていないようだけれど、4番、残りは生茶葉を食べている。ダンゴムシは茶タンニンが嫌いなのかを確かめるために、ダンゴムシが好きなさつまいもを食用赤色蛍光色素106号と茶タンニン 10mg/ml につけた。またさつまいもを黄色蛍光色素リボフラビンで染めた。これらをダンゴムシに与えて、その糞を分析した結果は黄色蛍光色素が強いので、ダンゴムシはタンニン漬けを食べなかったみたいだけれど、1匹だけ少し食べたみたいだ。5番。今度は蛍光色素を入れ替え、さらに茶タンニン濃度を 5mg/ml に下げてみた。リボフラビンで黄色に色付けしたさつまいもを茶タンニンにつけたもの、左と赤色蛍光色素で標識したさつまいも、右をダンゴムシに与えたら、噛み跡から見る限り結構両方食べたようだ。低濃度タンニンを含む黄色蛍光色素染色さつまいもを食べたダンゴムシの糞をペーパークロマトグラフィーで調べると、黄色の蛍光がかなり強く光るね。濃度がそれほど高くなければ茶タンニンを食べれるということだ。タンニンを含むカテキン類はポリフェノールの一種で、参考資料によると、植物にとってのポリフェノールは昆虫や草食動物に食べられるのを防いでいるものと書かれている。茶と同じカメリア属のツバキやツツジは茶に比べてポリフェノール含量が低い。これらはカメリア属の害虫だけれど、茶はポリフェノール含量が高いため、これらの害虫にやられにくい。ダンゴムシは生茶葉を結構食べたね。だったらオイラたちは虫じゃないってことか。それじゃあ私たちのような甲殻類はポリフェノールを食べるってことなの？あまり食べそうな甲殻類はいないと思うけど、親戚にあたるワラジムシはどうなんだ？そこで茶の葉をワラジムシに与えてみた。映像で見ると噛み跡が結構あるよ。
彼らの糞を集めてアセトンに溶かし、ブラックライトを当ててみると、左が茶葉の抽出液でクロロフィルの赤い色蛍光が見える。同じようにワラジムシの糞の抽出液も赤く光った。右だけど、それぞれのワラジムシの糞をアセトンに溶かしてろ紙でスポットテストをしてみたら、18匹中1匹は茶葉を食べなかったという結果が出た。これってオイラたちの結果と似ているね。やっぱ同じ仲間なんだ。おや、ちょっと待って、違いもあるようだ。ペーパークロマトグラフィーで見ると、生茶葉を食べたダンゴムシの糞、左から2番目では生茶葉左端に含まれているクロロフィル A、クロロフィル B が光っているけれど、生茶葉を食べたワラジムシの糞右端にはクロロフィル A がない。クロロフィルのペーパークロマトグラフィーについてはビデオナンバー11サイスターズ J ナンバー11チャオシローを見てほしい。上の方に移動するクロロフィル代謝物は生茶葉左端にはないけれど、生茶葉を食べたダンゴムシの糞左から2番目にはたくさん、生茶葉を食べたワラジムシの糞右端には少しだけある。また市販の茶葉左から3番目にもある。ワラジムシのクロロフィル代謝はダンゴムシとは違っているようだ。よく見ていて、オイラたちが入った容器に振動だ。危険に対しオイラたちダンゴムシ左側は名前の通りダンゴのように丸くなってじっと耐えるんだ。一方ワラジムシ右側、やつらは慌てふためいて逃げ惑う感じかな。わらじは稲わらで作られた日本の伝統的な履物で、やつらの形はそれに似ている。オイラたちは共に甲殻類ワラジムシ亜目に分類されるんだ。足は14本あるよ。オイラたちダンゴムシとやツラワラジムシの消化管内でのクロロフィル代謝や危機回避行動の違いは興味深いな。今後研究してほしいということで今日は解散。まとめ。1、ダンゴムシは生茶葉を食べることが分かった。しかし食べない個体もいる。2、ダンゴムシの糞中にクロロフィルとその代謝産物が検出されたので食べたことが証明された。3、濃い濃度の茶タンニンはダンゴムシの接触を妨げるがあまり障害とならない個体もいる。タンニンの濃度を下げると皆結構食べた。4、ダンゴムシと同じ甲殻類のワラジムシも生茶葉を食べることが分かった。他に生茶葉を食べる生き物をいろいろ調べてみるのも面白そう。5、ダンゴムシとワラジムシでは消化管内でのクロロフィル代謝が違う可能性が見つかり、今後のクロロフィル代謝研究に役立つ可能性がある。6、ダンゴムシとワラジムシでは危機回避行動が違う。この仕組みの解明は興味深い。